ワールド優勝したチーム全員カップカップか。あ、なんか見たな、チラッと。すごいよね、それ。いや、それでもね、むちゃくちゃ妥当だね。そうあるべきだと思う、本当に。うん、で、てか、それぐらいないと、ちょっとやっぱり、バランスがおかしかった。めちゃくちゃいいと思う、それ。その別に私が今、最瞬間が、調子がいいからではなく、ドグロが身を挺して SFL の価値上げてる。あ、そういうことだったんだ。急遽決まった。やっぱいろんなところから意見が出てたんだと思うよ。CPT おかしくねみたいな。てか日本人の参加しなさっぷりとかえぐいじゃん。実際。今回もさ、何ね、立川一人とかさ。その前なんか俺一人とかさ。ね、俺と板山だけとかさ。まあ、なんていうか、どんな言葉よりも、行動ってやっぱり、抗議になるんだなっていうか、わかんない。それ関係ないかもしんないけどね。もともと決まってた可能性もあるけど。そう。まあ、でも行かないっていう何よりもの、まあ、意思表示だよね。うん。でもなんかすごくいい対処だと思うな。うん。めちゃくちゃいいと思うな。なんかその、同じ団体が運営してると思えなかったもん。SFL とカップオンカップって。あ、別々にやってんのかなっていうぐらい、待遇に下がってから。まあでも、まあそれぐらい、もともと個人戦のゲームなんだよっていうことでもあるんだけどね。逆に言うとね。格ゲーって個人戦だから、団体戦はおまけでしょみたいな。まあそれはわかるんだけどね。まあ、にしては時間取られすぎちゃうよねっていう話なんだよね。このプレイスタイル馴染ましたいな。なんか新しいことやると結構、操作ミスとか、対空ミスとかで増えちゃうから、早く馴染ましたい。合気使うのは攻めたいとは前から言ってたし、いい感じなんで。いや、めちゃくちゃ楽しい。まあ正直見た目はちょっとバカっぽいけどね。百騎種がすげえ飛び交うから。ただその地上だけでいけるキャラじゃないからね。うん、すごい納得感を持って100騎を打ってるよ、今。100騎好きじゃないっていう。でもね、正直、その、地上に張り付いて、なんかその、丁寧にやるみたいなのって、スト4の時からずっとやってきてるから、スト4、まあ、ユン以外全部そうじゃん。殺意もさ、まあ言うて地上のキャラだし、基本的にはね。で、あとガイルじゃん。なんか新鮮で楽しいよ。ヴァンパイアとかアギルティやってるみたいな感じで楽しい。どっしり梅ちゃんしか知らなかった。うん。もともとはやっぱり結構自分からガーっていくキャラ使ってたからね。うん。なんかその受けが楽しいか攻めが楽しいかって、性格もあると思うんだけど、やっぱゲームによってね、変わると思うんだよね。このゲームは俺は最初から言ってるけど、攻めた方がおもろいゲームなんじゃねえのって思ってるから、攻めれるキャラを使えてることはすごい幸せ。で、スト2は、その最初攻めれるの面白いなと思ってたけど、まあ、個人的には弾打ってる方がこのゲームはおもろいなと思った。スト2に関してはね。で、逆にゼロは攻めてるキャラの方が面白いと思った。めちゃめちゃ攻めてた。いろんなキャラ使って。で、スト4は、どうあがいても攻めれないゲームだったから、竜で頑張ってしてた。まあ、わかんない。ルーファスとか使えば攻めるしかなかったのかもしれないけど、基本どのキャラ使っても街が強すぎたから、じゃあもういいや、みたいな。じゃあもう街を極めようっていう。5がそういう意味で言うとバランス良かったんだろうな。今から考えるとな。受けキャラと攻めキャラのバランスが良かった気がする。5は。まあ言うて街ゲーだったなとは思うけど。4に比べると、まあバランス良かったのかな。4のガイル最後の方攻めてましたよね。っていうより、キャラが弱くなっていって、攻めないとダメな組み合わせが増えたっていう。まあ健全だなとは思うけど。ある意味。ちょっと苦しかったね。最後の方のガイルは。ちょっとパワー不足、キャラパワー不足だっていう。今のね、課題はその空中はさ、やっぱ今んとこ機能してる、その、コサ君にもさ、結構機能したと思うんだ。結構返されてたけど、まあ多分それは俺が、まだ下手くそで結構やられてただけで、まあまあ機能してたから、問題はその上を通してる最中に、相手が上を警戒した時に何すんのかっていうのがまだね、うまく、なんか、整理できてないっていうか、
気がするんだよな。やっぱ地上から行くべきなのかな、思い切って。100機で1回勝利した時のリターンやばいぞ。そうだし、やっぱコントロールしてる感じはあるよね。試合を。負けるにしても、やっぱりこっちがコントロールしてる感じはある。コントロールの仕方が下手なだけで。ただね、剣に関しては、ずーっと引いてるプレイスタイルでやってたし、それでも結構いけんのよ。っていうのは俺、剣って残儀だと思ってるから。引きっぱなしでも結構勝負になって、そこが今ちょっと葛藤ではあるね。引きっぱなしでもいいかなみたいな。どうせ触られたら走っちゃうから。でもやっぱり長い目で見たら、攻めっていう選択肢を持っとかないとダメな気がする。経験上。下がりっぱなしで勝つって、レベル上がってくると結構難しくなってくる気がするから。いや、でも結構落ちるな。これでもちょっとあれなのかな。なんか結構落ちるな。これだけで楽にするっていうよりは、いやー、そっか、なんかどっちかっつうとあれなのかな。脱出の手段なのかな。攻めるっていうのはちょっとむずそうだよな、これで。さすがに。難しいなぁ。機種。なんか剣戦は根本的になんか違いそうだな。やっぱ基本受けてくるところに100機なんだろうな。得意そうだ。いや、まあ、待てば戦いやすいっていうのは、一応、最低保証はあるんだよ。そう、剣戦はある程度できてるっていうか、合気座談会の時に言ってたように、受けてると、まあ、最低限は勝てる。最低限中か。なんなら結構勝てる。なんかそれがずっと続いた時にどうなるかっていうのがちょっと不安ではあるんだよな。序盤押し込んでリードして下がって体力取るっていうのができたら一番いいなと思うんだけど、それがちょっとむずそうな気がするな。剣の中足長いから。剣の中足が長いとかじゃなくて、合気の方が波動が強いから、合気が待ってると、剣は結構困るっていう。あと垂直に遅らせパリーかラッシュ昇竜は、あれ結構良さそうだったな。リスク小さそう。一瞬待って投げをしないと、戦い方に対策したら困るっていうか、待ってりゃいいやっていう結論って、大抵後から困るんだよね。経験上。そう。まあ、受け気味だけど、いろいろやる可能性のある受けっていう感じにしておかないと、なんか、困るっていうのが経験上ある。そう。なんかメリハリがつけれたら、それが一番簡単だとは思うんだよね。攻めるべきか、受けるべきかっていうのが、はっきりしてない時が一番難しいから。今は行った方がいい。今は受けた方がいいっていうのが分かってる方が、まあ簡単になる。で、簡単にしたいから、なるべく。で、無風状態はやっぱ攻めたいんだけど、難しいなーって、攻めるのが。今前に出すぎてもうちょい下がり見せないと相手前に出てくれない100機ぐらい。まあ、100機種に関しては多分そうだね。お互い下がった時に試合が動かないから、このゲームは。その削りダメージがないから。そうなった時に、まあ、攻略っていうか、まあ、お互いじゃあ一発勝負になりますよっていうのもあるんだけどね。攻めると不利だから、お互い前に出なくて、じゃあタイムオーバーまでにどっちか一発あったが勝ちっていう勝負もできるんだけど、それは、よっぽど不利な組み合わせじゃないと、ちょっと、後ろ向きな攻略になっちゃうから、できればちゃんと倒すっていうプランでいきたい。倒すもしくはリードして下がる。ただ、地上で素直に行くと、リターン差で負けるから、下がりたいんだよね。下がりたいっていうか、そこは本当に難しいんだよな。他の合気使いたちは剣駒って、なんか合気座談会の時は、
他の3人が剣きつくねっつってて、で、俺だけ、いや、剣楽じゃねっつって、まあその時は俺もう剣はもう待ち殺すってやってたから、まあそういう話になって、まあ現状待ち殺しが多分一番勝率は高いんだけど、なんかちょっと不安が残るんだよな、その戦いが。徹底して待つんだなっていうのが相手に伝わると結構やりようあると思うんだよな。あと、待つ、その根拠っていうか、待つために重要だった武器が立ち将棋クラッシュなんだけど、さすがに結構みんな返し始めてるから。それを。立ち将棋クラッシュ。漏れたラッシュで。それでちょっと受けが前よりは弱くなってんのかなっていう気はして、そこに不安を感じて別なやり方を取り入れ始めてるっていう感じだね。現時点ではまあ立ち将棋キックで待ってた方がいいかもしれない。けど、未来を考えると立ち将棋クラッシュをほぼほぼ相手が止めてくる気がする。